Would you look at that? I said, my friend, what you looking at? I think she is something for me. Excuse me. こんにちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。 IKEA 渋谷店に行ってきました。今回はですね、モデルで DIY で部屋をリノベーションしまくってるアントンさんのセミナーを聞いてきました。とっても濃い内容でしたね。無料のイベントだったんですけども、IKEA ではこういうイベントもよくやっているので、本当見逃せないなと思いました。今回の動画は IKEA の配送キャンペーン中に購入したものを紹介します。特に大型で配送キャンペーン中に買うといいですよっていうものを紹介して、実際に設置して模様替えする様子となっております。今映ってますけども、このミラーを玄関に設置していきます。配送キャンペーンは4月8日までとなっています。大型家具の配送はですね、引っ越し便みたいな感じで家の中まで運んでくれるんですよね。大人2人の方が丁寧に運んでくださいました。はい、ではぜひ最後までチェックしてください。よろしくお願いします。まずはラグを購入したので紹介したいと思います。まずはですね、こちらは、現在使っているラグを撤去しております。今使っているラグは、今使っていたのはウレタンフォームっていうんですかね、ああいう軽やかなものでした。でこちらは IKEA のストエンセです。こちらはもう絨毯カーペットっていう感じのですね、生地ですね。その言葉の定義はよく分からずに言っていますけどもこれしっかりした土台のものです。なのでね、すごい荷姿も大きいですから、配送キャンペーンで買うのがいいなと思いました。敷き立てのところはちょっとね、跡がついているんですけども、これは翌日にはもう綺麗になってました。ストエンセはですね、こんな感じで土台がしっかりしていて、毛足が短いタイプになっています。でもかなり密に毛が詰まってますので、すごい高級感もありますし、しっかりしてるなって感じですね。翌日の様子がこんな感じで、だいぶ癖が取れているのがわかるんじゃないでしょうか。やっぱり部屋の雰囲気が一変しました。新しいラグの土台がしっかりした作りなので、空間自体に深みと高級感が出たなと思います。部屋の格自体が上がったような、なんかそんな感じがします。以前のラグの軽やかさも良かったんですけども、こちらはね、安定感が部屋を引き締めてくれてるなっていう印象があります。やっぱりラグってすごい力ありますよね。部屋の雰囲気を一変させますよね。はい、続きましてはこちらのかわいい、見てください。もう開けた瞬間かわいい、こちらはポールハンガーでございます。これもずっと買おうか迷ってたんですけども、今回の配送キャンペーンで買ってみました。ただこちら思ったよりも荷姿が小さくてですね、なんと小物配送500円で運んでくれる商品でした。なので皆さんいつでもこれは買えますね組み立ては思ったより簡単でした。子供部屋の上着をねかける場所が今ベクウェームっていうスパイスラックを逆さにつけたものなんですけども、 IKEA のねものですけども、ここにかけてたんですけど、やっぱり子供がね大きくなってくると結構もうかさばってきたんですよ、そこのスペースが。なので今回これを導入してみました。8歳の子供でも大体届くことはできます。一番上の方はねちょっとまだ届かないですけども、大体使えるのかなと思います。スパイスラックの方もそうだったんですけども、やっぱりパッとかけられるのが便利なんですよね。横に置いてあるスツールも IKEA のものです。可愛いですよね。こちらのポールハンガーは3色展開です。ほんとめちゃくちゃ可愛いですね。ちょっと単調だったお部屋に遊びが加わって可愛くなったなと思います。続きましてはベンチのスコグスタです。こちら大きい方も持っているんですけども、ついに小さい方も買ってしまいました。めちゃくちゃ可愛いですよこれ。で組み立ては簡単で、足を4本はめるだけでしたね。一応これも大型家具ではなくって小物配送で送ってもらえる商品です。私はねもうほんと好きなんですよ、このベンチがめっちゃ可愛いですよね。ちょっとサイドテーブルっぽくも使えます。これ何個あってもいいんじゃないですか。どうですで大きい方と比べてみました。隣にあるのが大きい方のベンチです。この2種類のサイズ展開があります。
高さは全く一緒で横幅が違うって感じですね。大きい方はですねテレビ台っぽく使っています。こんな風にねちょっとした飾り棚っていうかサイドテーブルっぽく使ってもいいですよね。寝室に置いてみました。後ろのパネルはですねティムで購入したものです。玄関の模様替えに使おうと思ってたんですけど3枚セットだったで2枚余ったのでこちらにちょっと置いてみました。どうでしょうか。はい、で玄関の模様替えの様子です。現状このような感じでした。 IKEA のアプリを使って模様替えができるのを皆さんご存知でしょうか。前からね海外他の国ではありましたよね。で今回日本の IKEA でも導入したって感じなんですかね。でこんな感じでなんか家具を消してくれるんですよ。下駄箱まで消されちゃいましたけども、はい、でイメージがしやすいなと思いました。で下駄箱の扉を撤去してみました。これがね思いのほか重かった。でこの茶色かった扉は1個ね白く、シート材を貼ってみました。これは楽天で前ね壁紙を貼るのに、購入してた余りなんですけどもちょうど細いのがあったので貼ってみました。これは多分剥がせないやつだかなと思います。普通に壁紙に貼るやつだと思いますね。これを貼る際に取っ手を外しましたのでなんか新しく取っ手はまた IKEA で買ってこようかなと思ってます。はい、こんな感じ。白くなったらだいぶすっきりしました。で先ほどのパネルを、一旦ここに立てかけてみました。このパネルはですね本当の木じゃないんですよ。だからちょっとねこう奥まったところに貼る分にはいいかなと思いましたね。で扉がなくなったところになんかところてんみたいに出てきましたけどもこちらのショッティス IKEA のプリーツブラインドを、設置します。これはですねシールで簡単に貼れるブラインドでしてカッターで簡単に幅も切ることができます。こちら幅はねちょうどぴったりこのサイズにカットして上に貼ってみました。で貼ってみて気づいたんですけどショッティスの横縞とこのパネルの縦縞がすごい喧嘩しちゃったんですよね。でショッティスは上に両面テープが付属してるんでそれで貼るだけなんですけども、それでちょっと剥がれてくるとか不安だなって方は押しピン画鋲みたいなのをちょっとね留めとくといいと思います。ホッチキスで留めてるって方もいらっしゃいます。本当にねロールスクリーンより手軽なのが本当いいですよね。これしかも500円ですからね。はい、でちょっとねしましまが喧嘩したので間をスペースを空けました。収納力がガタ落ちですね。こちら何かご存知でしょうか。ちょっと面白いなと思って買ってみたんですけどもなんとこういう風になってましてですねこれをプチプチちぎりましてこういう扉の穴を隠せるっていうものなんですよ。すごくないですか。ちょっとね試しにつけてみましたけども、確かにね綺麗にはなる。でもねちょっとこれめんどくさいしもう取れないんですよ本当に。取れないことないけど取るのもすごい大変なんでちょっと今回はね断念しました。なんかマステかなんか貼った方がいいかなってはい、でいよいよミラーを設置していきます。ミラーの後ろはこんな風になっています。横向きにかけることもできるようになっていますね。今回使ったフックはこちらの一番左のものを使いました。何でもいいかなと思ったんですけども裏の様子からこれにしました。フックのねちょっと長さがないと干渉するかなと思ったんで。ただ横向きにかける方はもうちょっと注意が必要ですね。フックだと頭が当たっちゃうのかなと思いました。でこちらのフックのいいところはですねプシュッと一発押すだけなんですね。でコスパもいいですから非常にこのフックはおすすめでございます。で穴の位置はマステで取ると分かりやすくて便利です。でかけ方なんですけどもちょっとね最初苦戦しました。こんな風にしてかけるとですねやっぱフックの位置が分かんなくってどこってなったんですよ。やり方の正解としては指で穴の位置を触りながらフックにかけに行くっていう風にやるとフックの位置が分かりやすくってすんなりかけることができました。こんな風にね穴の位置を確認しながらかけに行くって感じ。ぜひやってみてください。これから
もしリンドビン設置する方いらっしゃいましたら。はい、でこんな感じになりました。でシミュレーション通りに一応ね置いてみました。アプリのシミュレーションかなりイメージ正確ですよね。これ実際がこうで、アプリのシミュレーションではこんな感じでした。下駄箱は消されましたけどね。はい、で結局ベンチはね扉外した方に沿わせておくことに今はしてみました。やっぱミラーつくとめちゃくちゃ部屋が広く感じますね。このミラーやっぱり厚みが薄くって縁も細いですから、すっきりした印象でモダンな雰囲気もあっていいなと思いました。狭い玄関でもね置きやすいなと思います。言うてまだまだ開けてないのあるんで、ちょっとこれは次回紹介していきたいと思います。新商品も購入しています。皆様は配送キャンペーン中に何か買おうとしているものはございますか？ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ではまたすぐ次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。